松原さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれ今るんですか？日はですね、とうとう響きのシーズンが始まったんですよね。響きが綺麗に咲き始めたんで、それの商品紹介をしたいと思ってるんですよ。はい。はい。綺麗につぼみが上がってきて、もうやっと咲き始めたという状態になってきましたんで、で今年は結構いい株があるんで、ちょっと大きな鉢に植えてみて、それを紹介してみたいと思います。はいはい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。響きですね。不定期咲きで、基本的に夏咲きなんですよね。6月、7月ぐらいから咲き始めて、去年は7月に咲いて大体11月ぐらいまで咲いたということなんですけど、本当に夏の花なんですよね。でも11月の植木石の頃にも咲いてるし、3月の植木石の頃も咲いてるからですね、不定期咲きなんですよね。基本は夏咲きなんですけど、秋とか春とかにも咲いてくれる、下手したら冬も咲いてましたね。そうですね。はい。そういう形で、去年買った方はですね、こう長く楽しめてよかったわっていう形でこう言ってもらいます。はい。とですね、一個寒さに当ててちょっとダメになったという方も植物が傷んだという方もおられますんで、うちもですね、12月の中旬ぐらいだったから去年の、10年に一度の寒さっていうものすごい寒波が来たんですよね。その時に無加温ハウスに入れてたやつがですね、ちょっとやられたっていうところもありますんで、やっぱ寒さには注意した方がいいですね。冬の寒さ、12月ぐらいからちょっと家に霜に当たらないところに入れた方がいいというようなデンドロビウムですね。はい。それを紹介したいと思います。これがですね、結構花芽が上がってきたんですよ。で株も大きいんで、ちょっと大きめの6号のちょっと長い県外鉢に植えてみました。で去年はですね、こういう形で15センチのスリット鉢に植えたんですけど、ちょっと株がいいんで、ちょっと大きな鉢に植えて、これを商品化したいと思っているんですよ。はい。で、これだったらですね、2年ぐらいもう植え替えしなくていいんで、いつもの通りバーク植え、ニュージーランドから輸入したバークで植えてますんで、これがすごく根の張りがいいんで、これに植えているから、2年ぐらい、今年1年で来年ぐらいまで植え替えしなくていいのかなと思います。増やしたい方はですね、株分けしてもいいでしょうけどね。はい、こういう形でもう今つぼみがですね、小さいつぼみがどんどん上がってきて、今から開いてくるという形ですね。はい。去年はですね、こんな形のやつをインスタに上げて、7月からずっともう1週間おきにこう映像を流していったんですけど、それが11月ぐらいに咲いたっていう形、去年と同じような感じの株ですよね。はい。こんな感じ。葉っぱもグリーンが綺麗で、花もですね、もうこう長く咲くというので、つぼみがどんどん膨らんで咲いてくるという状態も楽しめるから、これはいいのかなと思います。はい。こういう県外鉢に植えたやつと7号のこういう鉢に植えたのもありますね。これもですね、ちょっと土の容量が少し多いんで、きれいに根がこう張ってくれると思います。極端に大きな鉢はいけないんですけど、こういう形のこれぐらいでちょうどいいぐらいのかなと思います。でこれにはですね、中に炭も入れて、根腐れ防止用に入れています。で肥料ももうちゃんとやっているんで、あとはもう水だけで今年は育ってくれるんで、こういう形をですね、皆さんにお届けしたいなと思っているところですね。はい。もう今から今咲き始めたばっかりですんで、はい。ここが花のボールになってくると思いますんで、綺麗なのが長く楽しめます。はい。本当にドライフラワーかなと思うぐらいに長く咲いてくれますんで、それと寒さだけ注意してやればですね、結構何年も楽しめるんで。それとですね、気をつけなくちゃいけないのは水やりですね。水が大好きな植物です。多分松の木の皮なんですね、チップ状のやつですから、水がスッと抜けるんですよ。ですから根腐れがなかなかしづらいんで、これに根がガーッと張ってくるから、水でやりだけ頑張ってやっていただければ長く咲いてくれます。水をですね、もう1週間も2週間もやらないとバルブが細くなってくるんで、そこには注意した方がいいかなと思います。はい。水はたくさんやって大丈夫です。そんな感じ。はい。こういう形、県外鉢に作ったのと、こういう、7号の
リンバですね、こういう形に作ったやつ、はい、を、今年は主に紹介したいと思います。苔玉作りというのもこうやってみました。はい、こういう苔玉ですね。これもですね、昨日軽トライスだったんですけど結構人気があって、はい、かわいいねと言っていただいてこう何個か売れたっていう形ですね。苔玉もきれいになってくるからですね、これもおすすめの一品かなと思います。はい、これもクルカル村さんの販売所の方でこう紹介したいと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、苔はですね今からこう仕上がってくるんできれいにもうすぐになってくると思いますので、それとですね、これは流木をちょっとあしらってみたんですよね。はい、流木を加えてちょっと変化を出したというやつですね。はい、一鉢一鉢ちょっと顔が違うというかちょっと雰囲気も違ってくるんで、多分限定販売という形になると思うんですよね。はい、一つ一つこうちょっと物が違ってくる、オンリーワンの世界になってくるんで、はい、はい、そこもこれも紹介できるかなと思います。でこの流木もですね、入れることによって土のですね容量もですね少なくて、根がですね大きな鉢にあんまりいっぺんにしない方がいいということで、流木を突っ込んで、なんかな土の容量をちょっと少なくして粘りを良くしたっていうのが一つあったんですよね。はい、これは去年作ってみてこう今きれいに今年も花が咲いたという形ですね。はい、こういったちょっと変わったデザインっていうかこういう動きも面白いんじゃないかと思います。つぼみいっぱいです。はい、肥料もやってるんであとは水だけで大丈夫ですね。はい、ちょっと変わった流木ですね。これ堅木ですからあんまり腐らないんで、はい、こういう形のやつもあります。流木とヘデラ漬けはですね、こういうのを去年作ってみたんですけど、ちょっと単純っていうかその流木とヘデラと響きですね、こういうのを合わせて作ったらちょっとヘデラが長くなりすぎたっていう感じなんですけど、これは切れば調整できるんでヘデラですね、もう切ってもよかったんですけどね、切って差し切れば違うし、これはこれで一つの商品として、取り上げてもらおうかなと思っています。花はですね今つぼみからやっと花が上がったところです。これからたくさん咲いてくれますんで、ビー玉はおまけです。ちょっと光り物で、はい、こういう形のやつも面白いかなと思うんですよね。世界に一つだけの響きっていう形ですか。はい、こんなやつを作ってみました。でこれもですね流木なしのヘデラ、はい、ヘデラはもう長さ自分で調整してみてくださいね。はい、もうつぼみです。まだつぼみやけどつぼみいっぱいっていう感じですね。これがどんどん大きくなってくるんで、そこを見るのも一つの楽しみかなと思うんですね。植物の成長を見ること自体がですね癒しにつながるということもちょっと本とかテレビとかで触れられてるんで、園芸療法というような形でですね、そこら辺も自然とですね癒されてるんじゃないかと思うんですよね。この植物の成長を見ることによってですね。はい、こういうのも一つの商品として取り上げてもらおうかなと思っています。はい、この動きが面白いですよね。どこから見てもなんかちょっと変わってるんで、板付け流木板付けに、響きをちょっと寄せてみたという形ですね。はい、こういう感じのやつも面白いかなと思うんですよね。水はですねバケツジャブが一番しみるんで、うちは鍋っぱしがあるんで頭からジャブジャブかけてるから全然平気ですね。はい、こういう感じです。板付け流木、はい、丸太作りこういったやつも一つのデザインとして面白いと思うんですよね。はい、完璧オリジナルですからね。もうまだつぼみとか今から開いていくっていう状態ですから長く楽しめるし、お部屋の一つのインテリアとしても面白いんじゃないでしょうか。部屋に置く場合にはできるだけ明るい方がいいですよね。で乾いたらバケツにジャブンとつけて、水を切ってからまたかけるという形がいいかなと思います。こういったのも一つ
ありますんで、流木もですね、これ何十年とこう海で漂う、これ海ですね、海で漂ってきたやつですんで、はい、歴史があるんですよね、流木にもですね。でこの流木はうちはドラム缶で炊き出しして塩抜きしてるんで、はい、まあ、直接触れてないから全然大丈夫なんですかね。こんな感じのやつもあります。あと物によってですね、花のつき方がちょっと違ってくるんで、はい、これは同じ鉢に植えたんですけど、まあ、同じ咲き方はしないんですよね。一つ一つ個性があるんで、まあ、たくさんそんなないんで、まあ、限定販売になると思います。はい、クルカルナさんの販売所ぜひチェックしてみてください。これはですね、ちょっと私も親株から株分けして来年用の今仕込んでいるところなんですけど、株分けするとですね、小さい苗ができるんですよね。こういった苗を育てて、大きくしています。株分けですね。こういうバルブ高みが出てきたり株分けができるんで、こういったやつをですね、3年ぐらいかかってます。3年4年したらこれぐらいになるんで、まあ、3年4年待つよりは製品をですね買ってすぐ楽しむ方がいいかなと思います。本当はですね、こんな小さい高めからでも増やしています。これだと大体 4,5 年はかかりますからね。はい、もう 4,5 年待つよりは今咲いてすぐ楽しめるやつの方がいいかなと思います。でも増やす時はこういった形で順々と増やして大きくしているという状態ですので、はい、そういう形で増やしています。で結構特別これはですね、水苔植えじゃなくてこのバーク植えで育っているんで、これがこの響きに関しては一番いいです。はい、これもですねもう確実に商品として出していきますね。はい、植え替え用セットっていう形で紹介していきたいと思っています。はい、バーク、なかなか普通のところ売ってないんで、はい、そうですね、大阪の方商品化しますね。ちょっと待っといてください。はい、はい、こんな感じですね。増やし方はこんな感じで増やしています。まあ4年5年かかっているというのは実情なんで、そこら辺も含めてですね、クルカル村さんで価格表示ができるかなと思います。はい、販売所の方ですね。こういう形が一応去年基本でしたけれども、今年はちょっと大きな鉢に植えてボリュームをつけて、水やるだけで2年ぐらいは大丈夫なというようなやり方でやっていきたいと思っています。この鉢もですね、エコバッチって言ってリサイクル商品なんでエコな感じになっているんで、このバークもですね、木の皮ですから、将来的にゴミとしてですね出せるんじゃないかと思います。はい、で、シンビジウムみたいに極端に大きくならないんで、お部屋の片隅でですね飾ってやるのもいいかなと思っております。はい、そうですね、極端に大きくならない、小さいまんまこういう形で可愛く花が咲くという植物なんで、ぜひ可愛がってみてください。苔玉作り、鉢植え作り、板付け作りとかいうのがありますんで、とりあえずいろんな商品作ってるんですけど、ぜひクルカルマさんの販売所の方をチェックしてみてですね、値段もですねちょっとリーズナブルにしていきたいと思っておりますんで、そこら辺もよろしくお願いいたします。はい、今日はデンドロビウム響きの商品紹介ということで、した。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。質問です。はいはい。てか植え替えは、はい、いつ頃株分けですね、4月ぐらいがいいと思います。でも、4月ぐらいに花芽がまだ上がってきたような時にやればいいと思うんですよ。4月5月にですね。でも結構花芽が上がってるんで、私の場合にはですね、今でもやっています。あ、そうなんですか。はい、今でもやっていいんですけど、その代わりですね、
極端に根っこを切らないことですね。はい、きれいにほぐしてからこう植え替えてあげるという形、それと、植え替えしたら水をちょっと多めにあげるということですね。乾かしてしまうとバルブがこうシワになってしまうんですね。はい、と植え替えは、まあ、基本的にうちのやつ商品の植え替えの場合はですね、このバーク植えが基本です。このバーク植えから水苔植えするとですね、環境が変わってくるので全然育ちが変わってきますから、そこら辺は気をつけてください。そこら辺もですね、バークは提供できるようにしていきたいと思います。鉢はですね、鉢とバークはですね、小袋で商品紹介できるような形にしたいと思いますので、できれば4月5月が一応デンドラの植え替えの適期ですから、4月5月がいいと思います。はい、今でもいいけど、今も割ることできるし、今終わったらですね、こういった花芽がいっぱいついてるやつもあるけど、花芽が少なくてですね、こういった株、小さい株がいっぱいあるのもあります。だから大きい株のやつのちょっと花芽がないようなところをこう切ってですね、こういった苗を作ってやるのも一つかなと思います。極端にですね、はっきり言うとあんまり極端に花を見る場合には分けない方がいいです。じゃあこういう鉢だったら基本的に2つ、これを3つも4つも分けると来年花が少なくなるから、基本的にはもし割るんであればこの株だったら2つがいいと思います。